首から走ってくる筋はまあこんな感じで走ってるんで、これを意識しながら弾いて。よろしくお願いします。毎度です。またひのいさんが来てます。どうも今日はワンディさんから絵をもらいました。男性が腕に剣がついてるのかな、かっこいいポーズを手伝ってくださいって言われています。アメコミの X-Men みたいな映画のポスターみたいにカメラを向いて何かかっこいいポーズしようとしてるんだけど、平らっぽくなっちゃいましたね。そうですね。腕についてる剣のキャラクターを描いていただけますか？まあなんとなくゲームとかで結構珍しい武器がたまに出てきますね。本当は現実でそういう武器は使わないけど、それなりにインパクトとかがあればね、多少理屈に合ってない武器でもいいんでしょうけど。そうだね。でいつも通りに服を着せる前に体を描いてます。これが3点投資法ですか？はいはい。で今のガイド線描いたら下に行くことにつれて小さくなる、遠くなる感じかな。ガイド線で股のところを測ってますか？いや特にこのガイド線で測るのはやっぱり足の長さですよね。ここまで。その膝のところでシワができやすいところですか？まあ服の素材によりますよね。薄い生地だと細かいシワが入るし、厚い生地だと少ないし。武器が登場するかな？どうやってつけましょうね、こういうのって。安定するために腕の2つのところにつけてあって、でもしかしたらその箱から何か剣が出てくる。その剣が回れるタイプですか？まあ邪魔でしょ。しょっちゅう歯出してたら。ポーズがかっこいいっていうか、そのキャラクターの魅力を見せるのは大事ですね。強さとか、そのしっかり立って強く。とりあえず見る人に情報を伝えないことにはしょうがないんで。そうですね。あと今の絵で気づいたところが、剣を持っていることで前に見せることが必要なくて、その武器が閉まってる状況なのに普通に強さがそれでもわかる。ちょっと安っぽいデザインになっちゃったけど。首の後ろの強そうなところを入れたらなんか強いキャラクターに見えますね。結構首の太いキャラはね。ワンディさんが解剖学、あとはポーズがちょっとかっこよくないって言ってます。で、ひのいさんが描いたポーズは、まずは一番大きな違いは、全身も描いた。全身描いてもっと情報が入る感じで、かっこよさ、力とかちゃんと伝わる感じですね。ワンディさんが描いた絵で影も入っていないし、正面だから前に傾くだけで少し角度がつけられたかな。正面の絵もありっちゃありなんだけど、見せ方があるから。そうですね。単一の線で引くんじゃなくてね、輪郭は太くとか、あと影をつけるとかして陰影をつければそれなりの説得力がつくんで。そうですね。せっかく剣を見せるんだったら完全にフラットじゃない方がその剣の形がちゃんと見せられるかな。今の角度だと紙なのか段ボールなのかわからないですね。あとはかっこいいなんかすごいデザインだったかもしれないけどそのフレームからアウトになってるからどんなデザインなのかわからないで、かっこいいデザイン見せないんだったら手を隠さないで描いた方がいいですかね。手を描くのは面倒なんですよ。そうですね。そこで逃げちゃダメなんですけどね。ワンディさんのキャラクターの特徴は多分その髪が半分顔を隠してること、片目隠すと結構ね絵もごまかしやすいし。そうですね。正面で描くとバランスがおかしくなってることがもっとはっきり分かっちゃいますね。特にね今デジタルだから反転すればね歪みが見えますよね。そうね。本当の真正面見せるんじゃなくてちょっとうつむくとか、顔の角度を変えるだけで
全然違うんですけどね。そうですね。ベースで結構体の筋肉いっぱい入れ込んであったんだけど、結局見えるところがほとんど腕と首だけですね。それだけでも結構キャラクターの強さがちゃんと伝わってます。服が上の方が少しダブってるけど、下の方がなんとなく筋肉の形に沿ってまだ強さが伝わる。まあプロポーションはしっかり書いといた方が説得力があるんで。武器のメイン部分、上の面になんか L の形、適当に筋掘っただけです。いろいろああいうのは入れたら機械なんだっけ、この前言ってた気がする。面取りですよね。ちゃんと動くような機械、でもまあこういう風にゴタゴタやっちゃうと武器の強さっていうのがなんか半減しちゃうんでもっと武骨に秒打ちとかそういう方がいいかもしれませんよね。戦車のようにリベットを打ち込んだようなデザインとか、あっちの方が。なるほど、髪型コメントいただきたいですね。黒一色で置いちゃうとね、のっぺりしたモノクロームになっちゃうんで、ちょっと影をつける余地が欲しいかな。一応中にも線はあるんだけど潰れて見えなくなっちゃってるんでほとんど見えないですね。そういう時にハイライトをつけるか、髪の色を黒よりもっと明るい色にするのがありですか？そうですね、影色が黒になるようなそんな感じ、服の色に合わせてねちょっと紺色にしてみるとか、それで影部分が黒になるように。で、日野井さんの絵でみんな見えると思うんだけど、その後ろの首の後ろの筋肉とかあれ太くすれば結構キャラクターが強くなりますね。でもうちょっと喉仏を強調したらこうなるし。で、ワンディさんのキャラクターでなんとなくなんか薄くなった気がするんですね。その鎖骨に行くような筋肉が。そうです。首元の骨はどうせなら男だったらね、筋骨離流だったらこれぐらいのねごっつい、首から走ってくる筋はまあこんな感じで走ってるんで、これを意識しながら引いて、このまま描くとねくどくなっちゃうんで、省略するところ省略しないところをねうまく見せられれば。女性キャラクターだったら、もっとその鎖骨がもう少しスムーズに描く感じですか？女性キャラだったらそんなに凹凸のあるものでなくしといて、これくらいですよね、入れるとしたら。じゃあ、ワンディさんがまた今度なんか次の絵描くときに何かチャレンジしてほしいところとか、ワンポイントアドバイスとかありますか？武器を描くんなら厚みね。キャラは正面だとあんまし練習にならないからね、こういうふうにハスに構えたキャラが描けるように。で、右利きの人は本当はねこの角度の方が描きやすいんだろうけど、あえて反対を練習してみるとか。さらにチャレンジいいですね。まあそれで練習になりますね。ありがとうございます。どうも。じゃあみんなそのアドバイスシリーズの中で動画いっぱいあるのでぜひ見てください。あとはチャンネル登録お願いします。あとはいいねボタン押してください。日野井さん、今日ありがとうございました。バイバイ。どうもでした。